今回は僕がブリッジを高くするためにやっているこんなストレッチだったりとか、こんなストレッチに関して解剖学をもとにご紹介していこうと思います。さらに実際にブリッジを組む手順というのもご紹介しています。それでは行ってみましょう。皆さんこんにちは。うつでもベンチプレス頑張りたい、うつベンチです。今回は僕がベンチプレスのブリッジを高くするためにやっていることをご紹介したいと思います。ブリッジ高くしたいですよね。高いブリッジで高重量を上げている方を見るとすごく憧れます。以前の動画でベンチプレスでブリッジが重要な解剖学的、生態力学的な理由3選をご紹介しているので、何のためにブリッジを強化するのと思う方はこちらも見ていただけると嬉しいです。概要欄に貼らせていただきます。今回は僕がやっていることを紹介するわけなんですけれども、現在の僕のブリッジはこんな感じです。ベンチプレスを始めた当初はベタ寝状態でしたが、ストレッチとかフォーム組みを頑張ってこれぐらいにはなりました。まだまだではありますが、少しは進歩したかなと思います。今回はこんな感じでお話をしようと思います。ブリッジを高くするために知っておきたい解剖学。ブリッジを高くするためにどこの部分を柔らかくすればいいのかを解剖学的に考えていきたいと思います。ブリッジを高くするためのストレッチ。僕が実際にやっているストレッチを紹介します。なるべく解剖学に基づいて実施しているので、そこも踏まえてお話しします。フォーム組みで注意すること。フォームを組む動作自体もブリッジを高くすることに役立ちます。ブリッジをなるべく高く組むために注意していることをお話しします。こんな感じですね。それぞれに飛べるように目次を作っているので、ストレッチだけ見たいよとか、フォーム組みだけ見たいよという場合は飛ばしてみてください。できれば全部見ていってください。それでは行ってみましょう。ブリッジを高くするための解剖学。ブリッジを高くするためのストレッチをご紹介するために、どういった目的でストレッチをするのか、解剖学的な視点から見ていきましょう。まず一番に思いつくのは背中の骨だと思います。背骨は頸椎、胸椎、腰椎からなっています。頸椎は7個、胸椎は12個、腰椎は5個からできています。確か 12-7 イコール5って覚えるんだったと思います。一番多いのは胸椎ですね。で、今回は頸椎、胸椎、腰椎のそれぞれにアプローチしていきたいと思います。特に胸椎は伸展、後ろに反る動作ですね。これがしにくいので集中的にアプローチしていきます。一方で頸椎、腰椎は伸展が得意なんですよね。なので胸椎が硬いと頸椎と腰椎で代償してしまって首や腰を痛めてしまう原因にもなります。で、ブリッジを高くするには背骨の柔軟性だけだと不十分だと思っています。胸椎は意外と可動域が大きい骨らしいんですが、イメージとしてはあまり動かないですよね。これはなぜかというと、肋骨が可動域を制限しているからだそうです。では、肋骨が動かないのはなぜかというと、その周りの筋肉の柔軟性が低いからということですね。胸を立てるという動きは、肋骨の上側は上に回り、肋骨の下側は左右に開く方向に動きます。この時に体の前側の筋肉が固まっていると、胸椎は前、つまりかがむ方向に引っ張られるので、胸椎の伸展動作が阻害されるという感じです。ということは、ブリッジを高くするためには、背骨の柔軟性に加え、それらの筋肉のストレッチをする必要があるということです。体の前面の筋肉で伸ばしたい箇所を確認しておきましょう。まず、肋間筋です。これは肋骨の間にある筋肉です。肋骨を広げるとか閉じる運動を担当しています。で、呼吸にも大きく関わってきます。前鋸筋。背中側から肋骨に張り付いている筋肉です。動き自体はさほど肋骨には関連はないんですけれども、基枝が肋骨にあるので、ここが硬くなると肋骨が閉じる方向に動きます。腹斜筋。肋骨下部から腹部を覆っている筋肉です。腹直筋、いわゆる腹筋ですね。前面というとここが思い浮かぶんじゃないでしょうか。最後に腸腰筋。これは肋骨とは関わりはないんですけれども、股関節の柔軟性に対して非常に重要な筋肉です。筋群ですね。また腸腰筋のうち大腰筋は横隔膜ともつながっていて、呼吸にも関係してきます。で、僕は腸腰筋がすごく硬いので、課題の一つとして重点的にストレッチしています。
主要な筋肉はこんな感じです。もちろん細かい筋肉はもっとたくさんあると思いますが、ここら辺を押さえておけば大丈夫だと思います。これらの筋肉の柔軟性はブリッジを形成するためには必須になると思います。ブリッジを高くするためのストレッチ。まず注意点ですが、ストレッチに関してはご自身の柔軟性によっては該当箇所を痛めてしまう可能性があるので、十分に注意しながら実施してください。はい。で、まずは胸椎と体の前面ですね。ここの筋肉にアプローチしていきましょう。胸椎と体の前面の筋肉のストレッチにはフォームローラーを使っています。フォームローラーは通販などで手軽に手に入りますが、サイズが大きすぎる場合があります。サイズが大きい場合やフォームローラーをお持ちでない場合、フォームローラーが硬くて痛い場合はバスタオルをぐるぐる巻きにして代用するといいと思います。当たりも柔らかいので背中の筋肉が薄くてフォームローラーが痛い場合でも大丈夫だと思います。バスタオルのみで慣れてきたらラップの芯ですね、これをバスタオルの芯にすると少しだけ径が広がって当たりが強くなります。さて胸椎からいきましょう。胸椎のストレッチと体の前面のストレッチは、2段階で実施しているので順番にお話しします。まず1段階目です。第1段階はフォームローラーを使って床で実施します。僕は胸椎の2箇所にアプローチしています。あくまで意識の問題なんですけれども、第3胸椎と第6胸椎ら辺ですね。意識的にその辺という感じです。ここにフォームローラーを当てて息を吐きながら脱力します。1箇所につき30秒ほど実施します。この時に腹筋に力を入れてしまうと十分にストレッチできないので注意が必要かもしれません。両手を頭上に上げて体の前面側も伸ばすイメージで実施すると前面の筋肉も伸ばすことができます。背中でコロコロしてしまうとマッサージ効果はあると思いますがストレッチ効果は低くなります。では第2段階です。こちらはかなりきついので第1段階に慣れてからの方がいいかもしれません。過剰なストレッチは関節や筋肉を痛めることになりかねないので十分に注意してください。第2段階ではベンチ台を使います。まずベンチ台にフォームローラーを置いてその上に背中から乗ります。次にベンチプレスでブリッジを組む時のように足を限界まで引いて脱力します。この段階で腸腰筋とかにもかなりストレッチ感があると思います。この状態でも十分きついと思いますが、ここからさらに両手でベンチ台をつかみ、腕で肩をベンチ台に押し当てるように引っ張ります。腕の力を使って重力ではかけられないような力でストレッチをかけていきます。息はゆっくり吐いて、吸うときは目いっぱい吸います。息を吸うときはかなりきついですが、息を吐いたときと同じポジションを保つようにします。これは同時に呼吸のトレーニングにもなります。僕はこれを30秒2セットやっています。これが終わったら体前面のストレッチです。両手を上げて片方の手でラックをつかみます。腕は体をよぎるような感じですね。右手であれば自分の左手側のラックをつかむという感じです。この状態で引っ張ることで腸腰筋から腹斜筋、肋間筋、前鋸筋などを一気に伸ばすことができます。左右それぞれ30秒ずつ2セットやっています。では腰椎に行きましょう。文脈上分けてご紹介していますが、胸椎のストレッチの後にやっていただいて大丈夫です。腰椎に関しては腰に痛みがある方は控えた方がいいかもしれません。腰椎はやっていないという方もいるようですが、腰椎の柔軟性が欠けるとプレス動作で粘って足から力を入れる際に腰にもろに力が加わってしまいます。ストレッチ自体も怪我のリスクは含みますが、僕はやっています。実施の際には十分に注意してください。やり方は単純で、フォームローラー、これはバスタオルでもかですけれども、これを腰の下に入れて脱力して30秒です。これも2セットやっています。腰だけに重さが乗っからないように注意しながら実施してください。フォームローラーまたはバスタオルのサイズは微調整が必要かもしれません。次に頸椎です。頸椎は一見関係なさそうに見えるんですが、ブリッジを組む際に首が硬いとせっかく胸椎が柔らかくてもブリッジを立てることができません。ブリッジを組む時のここですね。ここの角度が取れないとそれ以上は胸を立てることができません。ということでストレッチの方法ですが、これも単純です。両手で頭を抱え前に倒します。
脱力して呼吸をゆっくりとしてください。これも30秒2セットやっています。最後に腸腰筋のストレッチをやっていきます。足を前後に開いて前側の足を曲げます。この状態で後ろ側の足と同じ側の手を上に上げて体を倒します。こうすることで後ろ足側の股関節と体の側面が伸びることがわかると思います。これも左右30秒2セットずつやっています。ストレッチは以上です。初めにごちゃごちゃと解剖学のお話をしたんですが、やることは結構シンプルですよね。ですが、どこを伸ばすのかということがはっきりしていると、ストレッチの精度も上がると思うので、どこの部位を伸ばしているのかということを意識してやってみてください。フォーム組みで注意していること。体の柔軟性が上がってもブリッジが組めるかどうかは別だと思っています。しっかりと意識してフォームを組まないと、せっかくの柔軟性を使いこなすことができません。ここでは僕のフォームの組み方をご紹介していきます。フォームの組み方、いわゆるルーティンはいろいろと方法があり、個別性の高い部分にはなりますので、ご自身に合った方法でご参考にしていただければと思います。まず寝る位置を合わせます。僕は口ぐらいにバーが来るように合わせています。手をバーの頭側に当てて少し上に押し込むような形で胸を立てます。この時足は結構限界まで引いています。ラックアップする位置を仮想してそのままボトムの位置まで持っていき、ボトム位置での肩甲骨のポジションをセットアップします。肩甲骨の位置をそのままにしてグリップを決めます。足を使って上体を起こします。この時に首の根元と肩甲骨の上部をベンチ台に押し当てる意識で行っています。顎を引いて胸を顎に近づけるようにします。この時に顎を胸に近づけないように注意しています。胸の立ち上がりを維持したままゆっくりとお尻を下ろしていきます。僕の場合は太ももの内側、筋肉でいうと内転筋ですね。そこでベンチ台を挟みながら下ろしています。足をかかとがつく位置まで移動して固定します。ルーティンとしてはこんな感じですね。正直この段階でベンチプレスの動作の 80% は終了していると思っています。これ決して大げさではなくですね。あとはラックアップ 5%、下ろし 10%、挙上 5% ぐらいなイメージです。実際にやってみるといろいろな筋肉を使っていることがわかると思います。特に背中の筋肉は筋肉痛になるほど疲れます。背中や足の筋肉を最大限に使うことで獲得した柔軟性を使ってブリッジを構築維持することができます。今まであまりやっていなかったなという方はぜひやってみてください。今回は以上です。ここまでの話をまとめていきます。今回はブリッジを高くするために僕が実施していることを解剖学をもとにお話ししました。ブリッジを高くするための解剖学。ブリッジを高くするためには頸椎、胸椎、腰椎などの骨格、肋間筋、前鋸筋、腹斜筋、腸腰筋など体の前面の筋肉の柔軟性を確保することが重要でした。ブリッジを高くするためのストレッチ。フォームローラーなどを使い、頸椎、胸椎、腰椎および体の前面を伸ばす方法をご説明しました。フォーム組みで注意すること。一連のフォーム組みの手順をご説明しました。確保した柔軟性を生かすためにはフォームをしっかり組むことが重要です。ブリッジを組むことはベンチプレスの挙上重量に大きく影響する部分なのでしっかりと取り組みたいですね。ブリッジの向上にお役に立てましたら嬉しいです。この動画が面白かったよとか参考になったよとか、あと応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると大変嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。